こんにちは、衣装デザイナーの塩川夏子です。今回は7月30日にお誕生日の宝生マリン船長のお祝い衣装を作りたいと思います。で、前にこんな感じのマリン船長を再現するような衣装は作ったことがあるんだけど、これとはまた違ったコンセプトの衣装を作ってみたいと思うので、どんな衣装になるのか予想しながらご覧ください。はい。まずはマリン船長の確認。コンセプトとか衣装が海賊なんだよね。この世界観に合うような感じにしたい。マリン船長って呼んでるけど、フルネームは宝生マリンで、宝生海賊団っていうワードがあるんですよ。マリン船長が海賊団の船長で、ファンたちがその宝生海賊団の一員みたいな感じ。ちなみにファンネームが一味って言います。だからその海賊団の制服っていうか、マリン船長を崇め立てまつってる人の衣装みたいな感じ。そこで今回使ってみたいのが、このマリン船長のグッズ。これはタペストリーって言って布製のポスターみたいなやつです。布だから縫える。この船長のイラストめちゃくちゃ綺麗で可愛い。このマリン船長の可愛いイラストをドーンって使った衣装を作ってみたいと思います。はい、このタペストリーを使った衣装のデザイン画を考えていきます。去年はマリン船長になれるをコンセプトにしてたんだけど、今回はマリン船長のオタク専用衣装みたいな、マリン船長推しの方が着たくなるような衣装にしたいなって思ってます。まずは真ん中にマリン船長を配置して、袖はマリン船長っぽく肩を出したくて、スカートで、なんかさ、マリン船長しか勝たんみたいな感じにしたいんだけど、たすきとかなんか団員っぽくしたい。マリン命みたいなちょっとやりすぎ？あ、宝生海賊団って文字を入れよっかな。特攻服っぽい感じで。はい、デザインこんな感じです。どうかな？何よりね、マリン船長のイラストを使って作るっていうのがめっちゃ楽しみです。絶対可愛く仕上げたい。それでは制作していきます。はい、生地を買いに来ました。まずは上品なマットサテン。レザーっぽい加工が入った黒い生地。赤い生地を迷ってて、このベロアか、柄が入ったいい感じの生地。柄が入った方だと高級感が出て、衣装単体で考えるといい感じなんだけど、今回の衣装は主役用の衣装じゃなくて、団員の衣装をコンセプトにしてるんで、高級感ありすぎるのはちょっと違うかな。というわけで、こっちのベロアにしましょう。はい、グッズが届きました。やったー。おー、かわいい。画質よ。印刷も綺麗です。まずは、縫い目をほどいて、はい。これで裁断したいところなんですが、型紙が入らない。中央に顔を持っていきたいんだけど、そしたら上がはみ出ちゃうので、型紙を改造します。はい。これで収まるので裁断します。
途中経過こんな感じです。マリン船長かわいい。これに襟がついて、で、この襟は大きめにしてみました。イラストのインパクトがありそうだったので、パーツを大きめにしてバランスを取ろうかなと思いました。あ、襟さ、このイラストとお揃いでゴールドのラインとボタンをつけてみようかな。マリン船長とお揃いの要素あったら可愛くない？はい、ゴールドのラインをつけてみました。ボタンは最後につけます。そして袖もつけて、続いてスカートを作っていきます。じゃじゃーん。宝生海賊団。刺繍加工しました。めっちゃかっこいい。ベロア生地とゴールドの刺繍が相性いいね。ベロアにしてよかった。じゃーん。お、かわいい。宝生海賊団。綺麗。いい感じです。はい、スカート完成です。いつもだったら、こういうゴールド飾りを入れがちなんだけど、今回どうしよっかな。衣装単体としては全然入れていいし、つけた方が豪華さはね、増すんだけど、今回はね、船長を慕ってる人みたいなイメージなので、ゴールド飾り入れません。あと、ゴールド入れない方が、この文字がね、目立つしね。引き算も時には大事。ということで、スカートとトップスを合体して仕上げていきます。はい。このワンピースに、このコルセットをつけて、完成です。かわいい。どうでしょうか？宝生海賊団をイメージした衣装。これは船長のお宅着たくなるんじゃないか？あ、女性用だからメンズは着れないけど。私もマリン船長の一ファンとしてオタクの気持ちになって作ってみました。後ろはこんな感じです。コルセットに控えめなリボンをつけてみました。これもね、いつもだったら大きめのリボンをつけがちなんだけど、今回は派手になりすぎないように、だけど可愛らしくって感じで、リボンのサイズを気をつけて作ってみました。今回の衣装のこだわりは、イラストを使ってるっていうこともあって、一部アニメっぽいバランスを意識しながら作ってみました。まず、襟は大きめ。イラストのインパクトが強くなりそうだったんで、襟の主張を強めてバランスを取ったのと、普通のシャツの襟っぽくならないようにしたくて、大きめにしてみました。あと、このひらひらの裏地の色なんだけど、あえて一段暗い色にしてます。赤ってより茶色みたいな色。絵とかでも影って一段暗い色を使うじゃないですか。だから布でもその色使いをやってみようかなと思って、立体感というか奥行きが出たらいいなと思います。はい、着用するとこんな感じです。かわいい。帽子風のカチューシャも作ってみました。これオタ活っぽいよね。こちらの衣装は TikToker さんに着ていただきました。概要欄にリンク載せておくので、
ぜひ着用姿を見てみてください。はい、という感じで今回はマリン船長のオタクをフォーカスした衣装を作ってみました。海賊ってお金持ちというかお宝が似合うイメージがあったので、派手さとか高級感は出しつつも、今回はあくまでマリン船長の信者っぽい感じ、船長についていきますみたいな可愛い部下っぽさも出したかったので、主役になりすぎないように、あとはマリン船長のプリントを引き立てるように引き算も意識しつつ、だけど衣装として可愛く映えるように意識しながら作ってみました。マリン船長が可愛すぎてずっといい気分で制作できました。作るの楽しかったです。改めてマリン船長お誕生日おめでとうございます。また次回も面白い衣装や可愛い衣装の制作動画をアップしていくので、チャンネル登録をしてまた見に来てください。それでは、バイバーイ。